あなたの人生の目標は？はい。健康。はい。お金。友達。家族。そうですね。それらを手に入れて満足することを目標にするのはいいですね。今日はそのことについてお話ししようと思います。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、世界16カ国以上で学校や企業での導入も進んでいます。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて今日は人生の4つの目標についてです。このバガバットギータの本では第6章、施設20から23のところです。その施設をこの本の著者のマハリシ・マヘイシュヨーギーが解説しているのですが、その中で人生の4つの目標について書かれています。一気に4つ紹介しようと思ったんですけども、一つ一つ丁寧に話をした方が分かりやすいし、記憶に残るかなと思うので4回シリーズにしてみました。まずは第1回目の今日はダルマの話です。以前にもダルマについては動画をアップしましたが、もう少し違った視点から見てみようと思います。それでは早速行ってみましょう。人生の4つの目標。まずは最初の1つ、ダルマです。もう最初からいきなりよくわからない単語が出てきて参っちゃったなーっていう人もいるかもしれません。ダルマというと思い浮かべるのは、そう、だるまさんですね。私が住んでる群馬県なんですけれども、群馬の高崎市はだるまさんで有名ですが、それは今回の話のだるまが名前の由来になっていると思います。だるまさんはだるま大使という人がモデルだと言われています。だるまについてネットで調べてみると、真理とか法則と出てきます。私がダルマという言葉の意味を知ったのはこのバガバットギーターの本なので、ダルマと聞くと人生でやるべきことという意味に捉えていますが、もともとは法則ということなのかもしれません。ダルマあるいはダルマ、発音があれなんですけど、私の世代ですとトヨタの昔の車でセリカっていうのがあったんですが、あれはダルマセリカと呼ばれていましたね。ずんぐりむっくりした形がだるまさんに似ていたんでしょうね。セリカはリフトバックっていう形もあったので、だるまと LB という呼び方で区別されていました。昔は車庫端のセリカもたくさん走ってましたね。LB なんかはハの字にならなかった気がしますが、もう40年ぐらい前のことなのでよく覚えてません。とりあえずセリカは車庫端と覚えましょう。いや、セリカではなくてだるまの話でした。元に戻りましょう。そんな感じでだるまという言葉には親しみがありました。あなたはいかがですか？だるまというのはあなたの使命、やるべきこと、ああ、これをやるために生まれてきたんだというふうにですね、喜びが湧き上がるような感じのものです。だるまという言葉は法則という意味だとお話ししましたが、自分のやりたくないことを無理して続けるよりも、自分のやりたいことをやる方が自然な法則に沿っているということかもしれません。この本では、ダルマとはその人本来の義務と書かれています。義務というと、義務教育とか、やらないといけないとか、やらないと罰則を受けるというイメージがありますが、それほどの強い意味で、あなたが本当にやりたいことをやった方がいいですよと言っています。例えばですね、テレビゲームが好きな人、今は e スポーツという感じでその地位も認められつつありますが、2023年の今はどちらかというと勉強も仕事もしないでゲームばっかりやってるという状況はあまりいい印象はありません。それなので本当はゲームが誰よりも得意なのに
つまらない仕事をやってしまって人生に輝きがなくなってしまうこともあるかもしれません。あるいは逆にゲームが面白すぎてハマってしまって、本当は山登りが好きなのに体力がなくなってしまって一番の楽しみがなくなってしまうということもあるかもしれません。周囲の目を気にせず、自分の本当にやりたいことを考えること、それと何かに夢中になっても本当に今の自分が幸せかどうかを確認するというのもいいことだと思います。人生を楽しまないと辛いことが起こる。これってちゃんとやっていないと罰則を受けるというイメージとして捉えると、義務というものに似ているかもしれません。ちなみにダルマの意味としては他には道徳的な善、正しい行動、自由、正義、合法性など人生を支えて維持するすべての原理を含んでいます。ちょっと堅苦しいと思うかもしれませんが、あなたがなすべきこととして考えると、道徳的な善というのは行動してて気持ちがいいですよね。正しい行動というのは気持ちがいいです。自由、正義もそうですね。合法なことをしている状況もいい感じです。そうです。いい感じ。超越瞑想いい感じです。いい感じに生活したいですよね。そのための知識として、あなたのダルマに沿った行動というポイントがあるんです。人生の4つの目標という点でダルマを考えると、このゴールというか目標達成というのはどういうことでしょう。目標というからには目標達成ということがありますよね。それは悟りです。以前、悟りは内側からやってくるという動画を作りましたので、どのように内側からやってくるかはそちらを見ていただくとして、あなたが自分自身を悟った時にゴールがやってきます。その時には完全に満たされます。その時にはあらゆる道徳や美徳、正しい行動の基盤となる人生のレベルに達することができます。そしてそのレベルから自然界にあるいろいろな法則というものに沿った生活をすることができて、この世の中で正しい行動が取れるようになります。悟りというのはこの世の中の法則とあなたの心が一体となった状態でもあります。この世の中の法則というのは何でしょう。それは愛と表現することもできると思います。人と人とが助け合って共に楽しい人生を過ごします。例えばですよ、想像してみていただけますか？あなたが家のドアを開けて外に行った時、目に見えるいろいろな家は手入れをされていて素晴らしく、花や木が生き生きとしていて新鮮な空気、鳥のさえずり、いいですよね。ゴキブリやネズミも輝いて美しく見える気がします。最後はちょっと表現が弱いですかね。なんとなく映画の中でみんながいい人で美しい街だったりすると、なんか騙されてるというオチになりそうですけど、それぐらいそういう世界はないものだと思われていますし、架空のものだという気がします。でも世界中の人たちが愛で溢れるようになったとしたらどうなりますか？いい感じになりそうじゃないですか？私の周囲の人たちはみんないい人ですし、有名人の人たちもいい人です。国会で議員同士が討論で喧嘩している姿を見ますが、どちらも人間としてはいい人です。みんな分かり合えるといいですよね。そのための第一歩がまずはダルマです。あなたがあなたらしく、あなたの満足することを行って幸せになりましょう。それが地上の楽園の第一歩です。世界の平和です。これが人生の目標の一つ、ダルマの話です。残りの3つですが、アルタ、カーマ、モークシャです。次回はアルタについてお話をします。ということで、今回の動画は以上です。
もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのも良いと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。